皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は5月1日土曜日、第34回目です。東京裁判22回目、孫娘東條優子の戦い4回目です。テーマは戦犯という言葉が公務士に置き換えられた事実。本日のポイントです。戦勝国がつけた戦犯、つまり戦争犯罪人とは日本人にとって殉職者です。法的には戦死者同様公務死、つまり公の死です。1953年、名誉の回復が国会で決議されました。この時、日本人が心を一つにして立ち上がり、4000万もの署名が集まりました。私たちはこの事実を忘れてはなりません。それでは東條優子氏記者会見、東京日本外国特派員協会において2006年7月3日をご紹介いたします。本日はその最後の質疑応答です。はじめに東條優子さんの YouTube 動画をご覧いただきます。短い内容です。東條は国内にあっては国土を焦土化した罪、あるいは陛下のご意思に背いて自分の内閣で決定せざるを得なかった罪、そして多くの方々の命を失ってしまったことに対する罪、これは全て自分にありますと心から謝罪をすると、そして死をもって償っていきました。死者に対してこれ以上どのような形で償ったらよろしいのでしょうか。いわゆる犯罪者という刻印はすでに国が公務士という名前に変えています。そのような事実もご存知でしょうか。今から東條優子さんの記者会見の内容をご一緒に見ていきます。それでは質疑応答です。東條元首相の戦争責任と国民に対しての謝罪についてはいかがでしょうか。質問です。それに対して東條は国内にあっては国土を焦土と化した罪、あるいは陛下の意思に背いて自分の内閣で開戦を決定せざるを得なかった罪、そして多くの方々の命を失ってしまったことに対する罪、これは全て自分にあります。心から謝罪をすると、そして死をもって償っていきました。死者に対してこれ以上どのような形で償ったらよろしいのでしょうか。いわゆる犯罪者という刻印はすでに国が公務士という名前に変えています。そのような事実もご存知でしょうか。私の感想です。東條優子さんは語ります。東條は自分の内閣で戦争を起こしたことをいくら悔やんでも悔やみきれるものではない。自分の死をもって償いたい。それを幸せに思うとまで言い、進んで処刑されました。一人の人間としてこれ以上の責任の取りようが他にありますかと。また口にされた戦犯者という刻印という言葉に、戦後東條家の家族一人一人が負い続けた重荷の大きさを私は感じます。東條英機に負わせた国民の怒りを家族にも負わせ続けた日本国民の残酷さと戦争のやるせなさを感じます。戦後間もない物不足の折、優子さんの父東條英機の長男秀和さんが家族のため買い出しに出かけた時、東條家に売るものはないと断られたのです。続けて優子さんは語ります。戦犯者という刻印が国会決議で公務士と変わり、戦犯と呼ばれる人は日本にはいないということをマスコミに携われるあなたがご存じないのですかと切り返したのです。その時優子さんは一瞬質問者を見つめたように思います。決して攻撃せずたしなめる姿に日本人としての美徳を感じました。戦後62年、誤解されても弁解できないもどかしさを今やっと重い口を開けることができた安堵感が
随所に見られた素晴らしい記者会見です。ここからは政治評論家山本峰明のデータファイルを参考にさせていただきます。戦犯と公務士についての解説です。テーマは昭和28年1953年の国会決議で死後になった戦犯という言葉です。戦後裁判で死刑もしくは有罪となった人々を日本人は戦犯と呼んできました。その裁判には日本国内の東京裁判と国外の軍事裁判があります。国内外で戦犯として命を落とした人々は1068人、獄中死も含む。戦犯としての罪名は A 級平和に対する罪、B 級捕虜虐待の監視やその命令に当たったもの、C 級それを具体的に実行したものに区別されています。中国、韓国が靖国の合否について騒いでいる戦犯は巣鴨プリズンで処刑された永久戦犯と言われる7人です。この方々は平和に対する罪という国際法で認められない事後法、つまり当時にはなく戦後に新設された法律によって裁かれました。戦争に勝っていれば英雄でも負けると犯罪者になります。これが戦争の不合理性です。戦勝国の言う戦犯は日本人にとって殉死者、法的に言えば戦死と同様公務士、戸籍記載は法務士です。したがってこのような方々を犯罪人と呼ぶのは非常に失礼なことになります。日本はサンフランシスコ平和条約に調印しました。この時から占領体制から独立国家の地位を回復しました。その翌1952年、昭和27年、国会は先の大戦で犠牲になった戦傷病者、戦没者の名誉回復と、その遺族の救済策を決議し、成立させています。戦傷病者、戦没者、遺族と救護法及び恩給法です。同法が成立する前年、1951年の11月、当時総務総裁だった大橋武雄氏は参議院の法務委員会で同法の成立根拠に戦傷及び戦没者に犯罪性がないことを挙げました。戦犯は国内法においては犯罪者ではない。国内法の適用において彼らは犯罪者と扱うことはいかなる意味においても適当ではないという理由です。同委員会は大橋氏のこの発言を全会一致で承認しています。さらに1953年、昭和28年の援護法一部改正によって戦争犯罪人と言われた人々に同法の適用が決まりました。A、B、C 級戦犯はすべて公務士、戦死扱いになり、戦犯として処刑された約1000人の遺族に対して一般戦死者の遺族と同様、遺族年金や弔慰金を支給されることになったのです。国会で正式に ABC 級戦犯が戦死者や戦場における病死者と同様、国のために犠牲となった殉死者であると決議された結果、日本から戦犯という言葉が消え、公文書から戦犯軽視という文字が削除されたとともに、戸籍の記載も法務士に変更されました。国会においてこの改正援護法は与野党の全会一致で決議されたばかりか、この時全国から4000万もの署名が集まっています。戦勝国が押し付けた戦犯という汚名を抹消するため、日本人が心を一つにして立ち上がったのです。ところが相変わらず戦犯という死語を振り回す人々がいます。GHQ のプレスコード、報道管制に洗脳された新聞、マスコミと日教組教科書です。国会議員の戦犯発言は、国会を重んじるべき政治家としての自己否定に当たるばかりか、国会や民意の軽視という重大な逸脱を含んでおり、決して許されるものではありません。日本も外国が言うところの永久戦犯という言葉を受け入れる必要はありません。日本に戦犯はいないの一言で終わりです。以上です。ここからは私の説明と感想を述べさせていただきます。政府高官の靖国神社参拝問題は、
ことあるごとに隣国から非難されています。また日本政府も過敏に反応して参拝を控え続けており、国民として常にもどかしさを感じます。私はこれらの問題の奥に潜むある重大な点に気づきました。それは単に永久戦犯を非難しているのではなく、日本民族の分断を図っているという点です。民族の分断には2つあります。朝鮮半島では同一民族が北と南に引き裂かれています。血はつながっているのに、思想や政治形態の違いでいがみ合い続けています。もう一つの分断が目に見えないからこそ、その被害の大きさに気づきにくいのです。それは歴史の継承を断ち切るという分断です。戦前戦中までは世界に誇る日本人の心がありましたが、戦後は自虐史観に苦しんでいます。日本は何千年という民族の歴史があり、それを延々と引き継ぎ、現代の私たちがあります。先祖を尊び感謝するところに、日本の伝統や文化の継承がスムーズに行われてきました。世界から尊敬される理由の一つです。皇室はその精神的拠り所であり、また日本人の血統が守られてきました。靖国問題はこの歴史の継承にくさびを打ち込んでいるのです。家族と祖国を守るために命を懸けて戦ってくださった私たちの父祖に対し、素直にありがとうございましたと感謝の念を捧げることすら何か罪悪感を抱かせる。私たちは巧妙な罠にかかっています。戦前戦中の日本人が国の存亡をかけ戦った先の大戦をあたかも全否定し、あるいは振り返ろうとせず、歩み始めてきたからこそ、日本人の精神の崇高さが失われてしまったのではないでしょうか。戦争を扱った映画、永遠のゼロ、男たちの大和、硫黄島からの手紙等々、名作がずらりと並んでいますが、国民的な話題に上ることはなかなかありません。1953年、日本では戦犯という言葉が死語となり、日本には戦犯、ましてや永久戦犯も存在しないことを、もしマスコミや歴史教科書で繰り返し報じたなら、日本はどれほど変わったことかと思うのです。一切報じないところに悪意さえ感じます。歴史の遮断、これこそ民族の見えざる分断工作なのです。長い占領統治から解放されたサンフランシスコ講和条約で日本は独立を勝ち取りました。その時国民は一つとなり、国民の4000万人の署名が集まり、国のために命を懸けてくださった方々に報いたいという思いで日本人が一致したこと、国会では全員一致で可決した事実もまた繰り返し報道し、世界にも発信すべきでした。しておれば近隣諸国が靖国問題を取り上げた時、我が国には戦犯は存在しませんの一言で解決したのです。日本人はきっと誇りを取り戻すことでしょう。命を懸けて戦ってくださった方々の思いを知ることは、国と家族を愛することです。また生きたいけれど命を捧げなければならなかった方々の葛藤に私たちが触れるとき、生きるとは何かをきっと学ばされることでしょう。どんな教育より優先されることだと信じます。民族の歴史を大切にする点において、ユダヤ人に勝るものはありません。迫害の中、生き延びられた理由もまたこの点にあります。聖書とはユダヤ民族の歴史そのものなのです。それでは聖書をご紹介いたします。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ダビデにソロモンが生まれ、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になる。
新約聖書マタイの福音書1章。自分たちの先祖がどのような歩みをしてきたのか、その記録が聖書です。元イスラエル駐日大使のエリ・コーエン氏は、レビ族という祭司の務めを負う特別な部族に属しています。彼は2000年間の系図を持っています。その先は聖書に記載されています。つまり、人類誕生から現在に至るまでの全ての系図を持っていることになるのです。また、系図がなければ、祭司の務めを果たす資格がないとみなされます。その点でも、日本の天皇と似ており、地、すなわち、家系を重んじます。戦前戦中の日本人の気質と文化、歴史を遮断すること。これが反日勢力の狙いです。そのくさびの一つが靖国問題だと私は申し上げました。歴史の授業で近現代史をほとんどすっ飛ばし、あとは自分で勉強しなさいと言われて何か作為的なものを感じたのは私だけではないと思います。教育界こそ反日勢力の影響が今も根深く浸透しています。日本の歴史こそ宝の山であると皆様に心から申し上げます。仕事を辞め、フリーになった今、私はこの発見と感動を皆様にお伝えすることができることを幸せに思います。私たちには忘れてはならない。どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。日本には戦犯という言葉はないと国会と日本国民が一つとなって確認した事実も語り継がなければなりません。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは先祖を敬う心でした。それではお知らせです。次回35回目5月8日土曜日、毎週土曜日に予定しています。東京裁判23回目東條英機の証言9回目、大東亜会議各国代表の主張です。アジア各国の指導者は長年植民地支配に苦しんでいました。虐げられている者の涙と虐げる者の横暴について大東亜会議で声を上げる機会を得たのです。これは人類史上初めてのことでした。ついに歴史は動きました。勇気と支援を得て各国は次々と独立を果たしていきました。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。